はい、事件後コラボ再開催しましたねとこの手です。その手だぜ。通なだよ。復刻じゃなくて再開催なんだな。某ウイルスの影響で行けなかった人に対しての考慮ですかね。まあ、緊急事態宣言が延長したから埋め合わせかもしれませんが、そろそろ7章が出てくる時期だがゆっくり待機だな。まあ、それは置いといて。今回は復刻に合わせてライネスがピックアップされたので、実際に使ってみたいと思います。前ライネス使った時は事件後コラボ初めてやった時だな。もし、ためになるや面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いね。さーて、蹂躙してやろうか、マスター。そういえば前ライネス使った時はアーツパ推しだったのですが、クイックパで使ってみたらだいぶ使い勝手違ったので、あの動画からの訂正動画にもなりそうです。あの時は訂正動画出そうと思ったらそんな暇なかったからな。申し訳ないね。ではライネスの性能をおさらいすると、一言で言えば殴れるバッファー、スキルが任意の味方単体に無敵2回と攻撃力 40% バフをかけれます。全体を強化するというより1点特化で強化する感じだな。こうねや、全体が多いから対照的だね。全体防御バフは両方ともありますが、だがライネスは自身に攻撃力 20% ダウンのデバフが入るんだよな。そこがかなり痛いんですよね。自身にかけるとしてもデバフ込みで攻撃力 20% となり、普通のバフになっちまうしな。お味方次第になっちゃうかな。どう思うかは人次第ですが、ライネス動画では火力が出にくいと言いましたが、クイックパだったら問題なかったんですね。そうなんだよね。援護射撃霊装でクイックパに寄せて、クリティカル出せばある程度は火力出ます。まあ、火力サバには及ばないかもしれないがな。混沌に七気、永訣に毒、落ちぬ日はなく、月もなし。徳と我が咲く五郎次郎、語らずの陣。だがアーツ2のサーチ射撃属性が強力で使いたいが、確かにアーツ2は射撃属性かつサーチ攻撃でかなり強力です。アーツ1はクイックみたいにくるくるされても避けられず射撃属性ですし、アーツ使いたい気がするが、そうすると星出しができず火力が取れないのですよね。防具も微妙だしね。まあ、安心してください。クイックも十分いや、それ以上かもしれません。そうなのか？射撃属性があって、リーチがそこそこありますし、なんといっても攻撃するのがかなり早いです。確かに攻撃が早ければカットに有利だし、反応もされにくいからな。クイックがかなり優秀なのでクイックパで問題ないわけです。だけどアーツにが惜しいよね。なので途中で混ぜるのが一番だと使って思いました。どっちも射撃属性だし使い勝手もいいしな。コマンド選びはスポンは999が理想だと思います。クイックチェーンで星ももらえるしな。そして相手がサーチナイトにダンしているとき、AA9 か 9AA を選んでサーチ攻撃を仕込めば結構引っかかってくれます。その時星が乗っていれば火力出せるね。基本はクイック中心ですから星乗ってる可能性は高いですね。さらに AA 回避9や、9回避 AA と選べば2、3段目回避狩りできるという。サーチ攻撃は自動回避狩りみたいなものだから避けづらいな。そのサーチ避けても射撃属性なので回避狩りできますからね。それは強いね。なのでオジマンやエレシキガルのクイックの射撃属性がなくなってナーフされましたからね。ライネスはナーフされてないから相対的に価値が上がったかもな。ライネスの訂正する内容は以上ですかね。あとは7月の修正の影響や使ってみた強みなどを紹介していきます。確か7月の修正はライダー全体の調整だったな。その影響で走れる長さが長くなりコマンドリロードが短くなりましたね。大きな修正はなさそうだね。ライネスは 5.64 秒組とプーサーより速く、アストルフォより遅いというそこそこ足が速い分類ですが、より長く走れるようになったので、追う時や逃げる時に、より活躍できるようになりますね。だけのこと。つまりは、我々の積み重ねの勝利だよ、マスター。バッファーで機動力が高いのは他にない強みだね。どうしてもサポート役は足が遅くなりがちですからね。自身も戦えるのは優秀だな。そしてコマンドリロードが短くなったのでガードしやすくなり、再び攻撃できるのが早くなるので、タイマンやカット合戦がさらに有利になりましたね。ライダーの強化は思いのほか強くなっているわけか。こういう細かくても基礎的なところは結構影響あるので注目するのが基地ですね。あと 1.3 秒宝具のカットに間に合うしね。イリアなどの宝具をカット間に合うのはでかいですね。ただ、キャスターが魔力6本になってるからそこは注意だぜ。今までのようにはいかないかもだからね。お次はライネスはどんな感じか触ってみたところをお話しします。ここだけ切り抜くと変態にしか見えんがな。無実だまあ、それは置いて。ひどい。操作した感じどうなんだ。やっぱり射撃属性があってタイマン強いなって感じです。同じライダーのメイドウルタやドレイクみたいな感じか。
メイドウルタはリーチが短く効果力の化身みたいなサバですが、相手が攻撃したところを効果力で撃破するのが得意です。リーチが短いとカット合戦が厳しそうだな。そこでライネスはリーチはそこそこあってサーチもあり、無敵や防御バフも持ってるのでカット合戦がより輝くかなと。そう思うと、割と差別化されてるかもね。そういえばドレイクはどうなんだ？ドレイクはクイックが回避かなり食いやすく、MP 周りのスキルがかなり豊富で全体ホールなので、アース軸いけたり周りに及ぼす影響力がでかいですね。アプリ版で第2スキルが防御虫とバスターアップがついたから将来性もあるかもな。防御虫は卵や孔明など色々得意な対面サバが増えますからね。バスターアップは今のところ使い物にならないので、アーケードに反映するときはバスターモーション強くしてほしいですね。火力インフレになかなか追いつけてないから期待だな。と、話が脱線しましたが、サポート向きの性能でカット合戦向きなサバ、結構ライネスは噛み合ったサバなのかもしれませんね。あと相手の横軸合わせて攻撃すると回避されても攻撃続くので、回避食ってくれてよりカット合戦向きです。あとは強化解除すなわち、カツアゲにどう対処するかだな。それが悩みどころなんですよね。色々自分にバフをつけても強化解除されたら、残るのは攻撃ダウン 20% だけという。悲しいね。スキルが強力な分厳しいな。対策としてはカツアゲされそうにない味方にバフを上げることか、自分もカツアゲ使ってイーブンにすることですね。結局カツアゲにはカツアゲで対策するのが一番か。強いものには強いものをぶつけるのが一番なのかな。そして自分は強化解除耐性霊装をつけるのが一番という。まあ、強化解除耐性霊装については、タヌキやオジマンなど適正サバにつけるぐらいですけどね。カツアゲは加工されるまでは待機か。あとやり玉もの 1.0 秒ホールもですね。急にどうしたの？持続的に意見言わないと治るものも治らないですからね。そう言いながらやり玉も引いてないから引こうとしてるのは、どの手でしたっけ？この手です。1.3 秒でも強いですからね、あの方の宝具。まあ、なんであれ徐々にバランスが良くなっているから、これからも運営さんには頑張ってもらわないとな。話を戻してカード構成の話ですが、クイック6から8枚、アーツ4から6枚、バスター3から4枚ら辺が妥当かなと。クイックよりバランスパか、クイックパって感じだな。自身のカードが 99AB でバランス型のおかげで、多少自由は効きそうですね。私は情けはかけん。存分に口をたよ。さて、解説は以上で実況に入っていこうと思います。相性有利のプーリンを見ていく感じだな。マッチング画面でカツアゲ持ちと、強化解除耐性霊装持ちを確認しておきたいですね。さーて蹂躙してやろうかマスター。さて、試合開始。運よくカツアゲが来たな。まずは3スキを自分につけましょう。そして接敵前に全体防御バフの1スキを、最後に2スキの攻撃バフをタヌキにつけて回戦です。2つの選択スキルがあるんだね。なので敵に近づく前に余裕を持って使うことを推奨します。ただでさえ3つスキル使うのに時間かかるからな。2スキと3スキは余裕を持って、1スキは選択しないので直前につけるってのがいいかもですね。選ぶスキルは時間かかるからね。と言っている間にお味方が相手を撃破。一瞬で消し飛んだな。タヌキに強化解除耐性霊装を確認してたので、火力も合わせて攻撃バフ 40% 上げたのは正解でしたね。カツアゲ対策している味方に、スキル使えば安心だね。イヤソンさんも、1を10にするより、10を100にする方が強いに決まってるだろうが、って言ってましたからね。これにはヘラクレスもにっこりだぜ。バーサーカー違いだけどね。さて、ここはプーサーを抑えていきましょう。ここは攻撃振る前に抑えなきゃだな。バスター一発で飛びますからね。そしてここでサポスキエドモンで攻撃力 30% アップ。恐るべきかなスタン。ここで攻撃振ったプーサーを、美味しくいただいていく。と思ったら枚数が足りずジャンヌがタヌキを撃破。枚数振りでまずいな。ここで反応されますが、ガードが間に合ってよかったね。聖杯まであと1機なのでやられるわけにはいきません。ジャックもホール溜まってないしガード1択だな。そして相手がスタンしたので無敵を張りましょう。保険は大事だからな。で、縮小スタン&カツアゲは強いね。ジャンヌのスタンを警戒しての無敵出したんだがな。ですが残った味方のキャラパワー的に有利なのでよしとしますか。そして2番手ルーラーに有利を取れるのがエドモン。何がいいって MP 溜まってたりカレスコ相手の MP 減らせるのがいいのですよ。2番手におすすめだぜ。サポ無敵貫通は攻撃力 30% も上がるしな。そしてジャンヌはお味方が落とせそうなので、聖杯持ちに食べさせないようにカットしていきます。ここでゲームセット。やっ対戦、ありがとうございました。た勝ったよ。
さて、今回はここまで。最後まで見てくれて、ありがとね。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、応援よろしくね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。